いや、そうないけど。いいから。この場所に誰かを連れてくることなんて一生ねえって思ってた。紬、ありがとな。高潮さんの娘さんですか？そうですけど。私、都市開発部の市川と申します。お父様とのお話の件で。ああ、再開発の。どうも。あなたはここの管理をお一人で行っていると伺いました。お仕事もあるでしょうし、大変じゃないですか。まあ、うちの親父が何もやんないから。でしたらなおさらです。土地を売っていただければ、もうこの場所に来る必要はなくなります。どうにかお父様を説得できませんかね。説得。いや、確かに大変ですけど、売ったらここ取り壊すんでしょ？ここも誰かにとっては大事な場所なのかもしれないって思うようになったんです。変な連中も最近は来なくなったし、親父が手放さないって言うんだったらうちは従います。そうですか。でも変な連中っていうのはひどいな。え？確かに古い信仰を信じる者もいますが、多くは僕と同じ目的を持つ同志です。みんな救いを求めてる。あんた、まさか信者？もう一つ質問なんですが、ここを全部燃やすっていうのもやっぱりダメですかね。こんにちは。あなたも呪物をお探しですか？残念ながら、ここにはもう何も残っていません。一度全部掘り返そうとは思いますが、期待はできないでしょう。本当に知りたかったことをもう知りました。俺の探求は終わったんです。そうですか。あなた、彩白に会ったんですね。
知りたいことを知っても、それはあなたの望む答えではなかった。そうでしょ？僕も同じです。でも僕はこう思った。真実が気に入らないのなら、世界の方を変えてしまえばいい。そう思いませんか？日が変わりました。この場所よりあなたの勧誘の方が意味がある。団地の最終地で待っています。携帯がない。やっぱあいつ慣れてるわ。ほらこれ。どうせデタラメだろうけど。先月急にここの取り壊しが決まったの。うちの親父がそれに猛反対してて、それで今日あの草スーツが来た。再開発がどうの言って、結局全部信者の作戦だったわけ。あんたがいて助かったわ。警察は後って？直接痛い目見てもらわないと私の気が済まないのよ。他の信者ならまだしも、ああいうのは二度とこの場所に関わらせたくない。次に備えないとね。助けてもらって悪いけど、あんたにも一緒に来てもらうから。いいでしょう、峰瀬紬。やっぱりね。こんな再会になったけど、あんたに会ったら聞きたいことがたくさんあった。こっから先は管理者が違うから私もよく知らない。最終地っていうのは？さあね。言っとくけど、逃げようとしたらあんたにこれ使うから。ほら早く。1年前、あんたと会った後、私は高校の同級生と話した。そいつはずっと人を探してた。行方不明になった大学生ってあんたのことでしょ。生きてるならなんであいつに会いに行かないの？なんで私に染谷深夜なんて名乗ったの？深夜はあんたの友達でしょ。俺はこの世にいちゃいけない人間だったんだ。ここでの出来事は君にとって受け入れがたいものだった。だから君は無意識のうちに自分に暗示をかけたんだ。自分を高校生染谷深夜だと思い込んだ。自ら呪物を集め自問自答を繰り返す。
傍から見ればさぞ奇妙に映っただろう。収集癖のある祖父も、祖父の介護で揉めた両親も君にはいない。すべては君の友人臼利信也がかつて経験し、君に話した物語だ。君は彼の人生を再現することで自分の記憶に蓋をしたんだよ。君はずっと恐れている。中峰忠を殺したその日から君は自分でいることが怖いんだ。君は呪物を集めてみせた。私が払う対価はその人間が最も知りたいことを教えることだ。染谷信也としてじゃない。君の本当に知りたいことは何だい？あの時俺は思い出した。自分のしたことを、友達を裏切ったことを。俺は最悪の形であいつを裏切った。それで取り返しがつかないから深夜とはもう一生会わないってこと？あいつはずっとあんたのことを探してきた。あんたがどんなものを背負っていようが、深夜はきっとあなたを許す。俺はあの頃に戻りたい。深夜の両親が離婚したのはあいつが高校を卒業してすぐだったの。あの頃のあいつはもう見てらんなかった。あんたよく仲良くなれたわね。スリと仲良くなったのは俺があいつの落とした呪物を拾ったからなんだ。あいつはきっと大学に入っても祖父のことが忘れられなかった。でもきっともうあいつは呪物を集めない。なるほどね。
バラン。私のだ。あんたはここにいて。俺が知りたいのは自分自身のことだ。全部思い出した。意識が戻った時、俺は中峰さんだけじゃなくあの人の妻も手にかけようと思ったんだ。俺はそんな自分と向き合えなかった。怖かったんだ。だから全部捨てて逃げてしまった。でも逃げても辛いだけなんだ。自分の狂気を知る。俺があなたと出会ったのはきっとそのためだ。それが知らなくていいことだとしてもかい？今のままじゃあいつに謝りに行けないんだ。そうか。のっぺらぼうの少年、君との勝負は楽しかった。私にはわかる。君は狂ってなどいない。ここは取り戻せないことをした。きっとウスリは一生俺を許さないと思う。それでも何度でも謝りに行くよ。君は狂っていない。狂っているのは君の世界の方なんだ。あ、全部まがいものだったのかもしれない。それでもこの2ヶ月初めて人のために生きたんだ。あの野郎、ほんとふざけやがって。見つけた。ねえ、ちょっと聞いてる？来てくれると信じていました。呪物を集めた大家に知りたいことを何でも教えてくれる神秘の存在。なんとも魅力的です。
でも今のあなたならわかるでしょ。彩白は神様でも何でもない。突きつけられるのは残酷な現実だけだ。それでいいんです。俺は自分を知ったことを後悔なんてしていません。何度も選択を間違えて現実から逃げようとして、それで最後に全部無駄だったことに気づいて、でもきっとどの瞬間も俺ではあったんだ。どんなに望んでも別の誰かになんてなれない。なれますよ。僕の小さい頃の夢は王様になることでした。彩白にその方法を尋ねたら、きっと彼女は不可能と答えるでしょう。でも僕は呪物を集める過程でその常識を超えた力を何度も目にしてきた。彩白などに渡さず、自らが大いなる神秘を利用すればいいんです。大いなる。そうです。あなたもそろそろ自分が何を集めていたか知りたくはありませんか？過去を捨て、自分を捨て、すべてをニニフに復活のために捧げる。それが僕たち、フキです。今からあなたにもこの祭壇に覚悟を示していただきたい。大丈夫。教団に入れば、いずれなりたかった自分になれますよ。そう、見つけたの。まだ近くにいるはず。またあの頃に戻りたいってそう言ってた。だからきっとバカだな、おめえも。
うん。分かってるよ。うん。するわけないじゃん、借金なんて。無理だって思ったらちゃんとそっち帰るからさ。うん。じゃあまた。うん。来たぞ、東京。